朗報、漫画版ヤシャ姫、まだ中盤だそうで、ということでね、今回は漫画版ヤシャ姫19の章、確信の考察していこうと思うんですが、このタイトルに確信とある通りですね、この漫画版ヤシャ姫の、物語としての核となるところがね、いろいろ明らかになってくる回となっておりましたので、ばっこりここら辺話していきたいんですけど、その前にですね、いろいろと久しぶりですので、この直前の今どういうヤシャ姫たち状況なのかなというところを軽くあらすじ話していきますと、最初は変わらずですね、時代樹の精霊の西へ行けという指示を受けたヤシャ姫たち、いろんなね、これ仲間や敵とのね、出会いがあったりしました。で、そんな中でついにですね、敵のより、大元のね、存在であるゼロ。これまでの司教とかね、部下みたいなとこあったんですけど、ついにそのゼロさんからね、登場して、そこから襲撃されたりしつつ、リキさんがめちゃくちゃね、大怪我を負ったり、リオンさんがちょっと目覚めたりとか、ありつつも、変わらずね、旅を、向かうっていうところを続けていたんですが、再びですね、そのゼロの部下である真夜中、これね、真夜中さんが、漫画版ではその、霧丸一派側なんだみたいなね、話とかもあるんですけど、その真夜中の際に妻がですね、ヤシャ姫たちにも襲いかかってくるよと。で、しかも現在ですね、そのヤシャ姫さんたち、作の日でね、揚力がない状態で襲われているわけですから、これはもう絶対絶命だぜっていう状況なんですけども、今回19話、最新話の方ではそんな襲われている状況とはあんま関係ない部分のね、ところがメインになっています。はい。で、そのリクさんからダメージをちょっとね、調子の悪いリクさんからいろいろとね、謎というか、秘密をね、聞かされていったよということで、その14年前とかもうヤシャ姫の、いろんな謎の部分がね、分かってきまして、それとともにですね、この汎用のヤシャ姫、漫画版でのヤシャ姫の中における、最大の敵のね、存在もちょっとね、見えてきましたねっていうところからちょっと話していきたいんですけど、まずその最大の敵が何なのかっていうのが、妖霊星っていうのがありましたので、その妖霊星が今ね、何してたのかなっていうところからね、ちょっと見ていきますと、まずこやつがアニメ同様にですね、その500年ごとに、地球に接近している存在で、近づいては多大なね、被害は大抵で、とてもね、迷惑なやつでございました。で、その500年ごとになので、500年前も類に漏れず、地球に接近した際に、かけらでね、まずこのリオンさんをね、ぶち殺していたよと。なので、その、キリンマルさんっていうのは、気境を復活させたのと同じ、反抗の術みたいなものを、用いまして、リオンをその現世の世界にね、留めていたわけなんですけども、やっぱりその、仮のね、復活ではなく、ちゃんと生き返らせたいという風に思って、キリンマルさん考えていたので、その復活させるのに使うのが時の風車。なんかわからんけど、時の風車を使うと、蘇らせることができるっていう風に、キリンマルさんは考えています。でも、その時の風車を起動させるためには、莫大なね、揚力は、必要になってくるよと。で、その揚力を持っているのが、その妖霊星のかけら。で、その揚力を持っている妖霊星のね、かけらが必要になるので、そのかけらを手に入れるために、そのキリマルというのはね、行動しているのかなというふうに思ったんですが、ここどういうね、流れかわかりませんか？なぜかその犬の一族を根絶やしにするっていうところを、キリマルはなんか、この話をね、ちょっと見ていると、目的にしていて、その姉であるゼロさんもそこにね、同意をしております。これがね、その、結局、妖霊星とキリマルっていうのが繋がっているみたいな描写があったので、その妖霊星が、犬の一族をね、なんか、倒したら、ケラ開けちゃうぞみたいな、話をして、それに、キリマルは協力しているっていうのがあるのか、それかですね、その妖霊星っていうのは、自分がね、そもそも妖霊星が、殺しているっていうね、もう殺しているっていうのがあるんですけど、相手にそういうね、うわーっていうなんか負の感情が生まれてしまえば、うまいことをなんか自分の利になるように、利用することができる、催眠かわかりませんけど、そういう能力を持っているのか、わからないんですけども、とりあえずそのキリンマルさんが妖霊星に、そそのかされて、この犬の一族にね、ヤシャ姫たちとか、殺生丸とかを狙ってんのかなみたいな、っていうね、どうなんだっていうね、ところはあるんだけど、でもやっぱりそのアニメですと、キリンマルっていうのはよくわかんないままよくおかしい状態になっていくっていうのがね、特に疑問点で上がっていたのかなと思いますので、それに対しては、妖霊星がね、なんかしているよっていう、ちゃんと一応そこにね、理由付けされているっていう部分は、漫画版さすがだなぁと思ったポイントでございました。そして次にですね、その利用されているキリン丸一派によって、一族がね、どんな被害を受けているのかなというところをね、ちょっと見ていきますと、
まず、かごめりんさんについてはですね、結局なんかその漫画版の方でも、ゼロさんっていうのは犬の大将へ、思い焦がれる、強い気持ちがね、あったそうで、その気持ちが犬の一族になんか影響を与えているそうです。で、その殺生丸やしゃ姫みたいな妖怪の血をね、持つ者に対しては、その強い気持ちっていうのは、虹色真珠っていうね、なんか、すごい強い力を持つ宝玉にね、なるだけなんですけど、かごめさんやりんみたいな、嫁いできただけで、純粋なね、人間に対してはなんか呪いとなるそうで、ほっといたら死んでしまう。だからそれによって死んでしまうっていうのを防ぐために、今はその時代樹の中で、時間をね、止めているみたいな、詩だそうです。で、これがですね、前回18話の方でアクルがなんか時空の番輪っていうね、これもちょっと動画にしてない時の話でしたね。また改めてね、ちょっと触れていこうかなっていうポイントのね、存在なんですけど、時空の番輪であって、で、そのアクルの配下に、時代樹っていうのがあるんやで、みたいな話をしていたので、なかなかその伏線と言いますか、つながりがある話からも、そうなんだとね、今回、思ったところでございました。そして次に、イニアシャさんはどうしたんだっていうところを見ていきますと、イニアシャについてその14年前に、これもね、アニメと同様、妖霊スのかけらが降り注いでいたのを、殺生丸とイニアシャがね、防ぐというか除去していくっていうのをやってたんだけど、その隙だね、その除去をしている殺生丸様の隙をついて、放たれた弾丸。これを犬夜叉がかばって受けてしまい、犬夜叉さんは今その瀕死の状態になっていますよっていうことだそうです。で、ここその急にね、犬夜叉が倒れている、シーンだけね、来たんで、細かいその描写とかはわからないんですが、そのゼロかキリン丸の操る傀儡にね、よって放たれたものであれば、どうやら、このままではもう死んでしまうほどのね、重傷を犬夜叉さん受けてしまったみたいなので、かごめりんと同じく、とりあえずその状態だけ留めて死なせないように、時代樹にね、置いておこうねっていうことをね、してるみたいなんですけど、ちょっとここからね、その予想の、今後どうなるのかなって話になるんですが、そのゼロの思いによって、なんか体を蝕まれている、かごめりんに関しては、漫画版の方でもですね、その刹那さんがゆかりの断ち切りを使いこなしているみたいな描写がね、この前あったような気がしますので、そのゼロとのイニシを断ち切るとか、そもそもその悲しみ自体をね、これもアニメであったかな。なんか、浄化させるみたいな終わり方だったと思うんですけど、なんかこうね、ゼロに関してはうまいこと解決するのかなと思うんですけど、犬夜叉さんに関してはこの通りまっすぐ、その撃たれたダメージによって死にかけてるので、ちゃんとこう体力を回復させる手段がこう必要で、で、現状これもアニメから考えるとあんまりそういうのが出てなかったから新しいね、犬夜叉を助けるための要素はね、いるのかなとか思ったりしたんですけども、でも結局転生があるからなんとでもなるのかなとか、思ったりするとこでございました。はい。そしてですね、やっぱりこう最後になんとかしなきゃいけない存在、妖霊星。これもね、ちょっとどうしていくのかなっていうのを考えてみたいんですけど、これもですね、ちょっとあんま予想つかないよねっていうのがあって、やっぱこれまでね、アニメをね、基準に考えていったりしたんですが、妖霊星をそのね、アニメから考えてみると、確かその、キリン先生が妖霊星を受け止めて、で、現代から戦国時代まで持っていって、で、結び山からなんかできたリンゴを与えたら、中から蝶が帰って、その蝶が暴れ出すんだけども、残政権と幕政権が合わさって現れた天津三日星の剣に、キリン丸とリオンが、吸われていくと同時に妖霊蝶も消滅していくっていうね、すごい、綺麗なね、素晴らしい終わり方をね、されていましたので、これが漫画版になるという風に考えると、想像つかないですよねっていう話なんですよね。でもやっぱりこのね、妖霊星どうにかしないといけないねっていうのが、アニメの方で明らかになってきたあたりで、キリン治であったり、その現代とも通じ合うみたいな話にどんどんね、なっていきましたので、そこら辺は似てくるのかなとか、絡んできたりするのかな。ちょいちょいやっぱりね、アニメと通じる部分っていうのが出てくるので、そこら辺が似てくるのか、全然関係ないっていう可能性もあるんですけど、あったりするのかなとか思いましたが、全然わかんないっていう感じでございます。はい。そして、最後にね、触れていきたいのはもちろん、殺生丸様のことでございます。驚きました。まさか、この、夜叉姫で、リゼロ、シュタインズゲート、マドカマギカ、あと最近だとサマータイム連打とか、あとね、連なってきます。タイムリープ、ループ展開をね、入れてくるとはというとこでございます。でもね、
ループものって最近多いよねとか言ってしまうタイプのめんどくさいオタクとしてのね、自我がちょっと私出てしまうんですけども、このループものっていうのがね、やっぱりこう何度もね、努力とか、絶望の歴史っていうのを、重ねてね、繰り返していたんだねっていう、今回で言うとね、その殺生丸様のキャラクターとしての心情っていうところにめちゃくちゃね、深みが出てくると思うんですが、同時にですね、そんだけ繰り返していても、シュタインズゲートにたどり着くことができなかったんだっていう、この納得度合いとかのね、部分がやっぱね、難しいと言いますか、要素として出すのは、簡単なんですけど、なかなか扱いが難しいね、材料。それがこのループ展開、なってますので、そこをね、そもそもその時間移動自体はね、イニアシャからある要素ではあるんですが、今回このループについては、椎名先生、どのようにね、料理していくのか、非常にね、楽しみでございます。はい。で、どういう話なのかっていうことなんですけど、繰り返していたってことですよね。今回の話見ると、殺生丸様っていうのは同じ、時間を。何度も、ここら辺も椎名先生のね、コメントからの話になるんですけど、何度も、ヤシャ姫たちが生まれてから、これどこまでなのかよくわかんないんですけど、ヤシャ姫たちが生まれて、で、イニアシャとかカゴメたちが、死んで、で、14年後にヤシャ姫たちが、旅を始めて、結果、多分その時の風車が起動してしまい、世界が崩壊してしまうっていう歴史っていうのをもう何度も殺生丸様は繰り返しているよと。で、その度に殺生丸はなんとかね、時の風車の起動であったり、妖霊星の企みっていうのを防ごうとしているんだけども、なんともできず、そのアクリの力でね、繰り返すことしかできないよっていう状態。けども、それだけ、どんくらい繰り返してるのかっていうのはまだ、わかんないんですが、何度繰り返しても殺生丸様はね、こう、諦めずに、このね、繰り返しの、時をね、断ち切ろうとしているそうですので、いやー、どうなるんでしょうね。ここら辺のね、どういう、殺生丸様が、14年間をね、何回繰り返してきたのか、みたいなところもね、また、椎名先生の話によると、次回とか明らかになっていくそうですので、そこら辺もね、楽しみですね、というところで、今回は、漫画版、半陽のヤシャ姫19の章、革新のね、ちょろっとした話でございました。それでは、ありがとうございました。